皆さんこんにちは、おちょさんです。今日はですね、皆さんにご報告がございます。なんと私この度スイスポ ZC33S 納車しました。イエーイ。はい、ということで、なんで今回私がスイスポを買ったかということなんですけれども、今 Z33 に乗っているんですけれども、やはりですね Z33 だけだと、スポーツカーっていうのもあって、生活をしていると不便な部分が結構たくさんあるんですね。荷物があまり乗らなかったりとか、人もあまり乗せられなかったりとか、なのでもう1台普段乗りで使える車が欲しいなとずっと考えていて、どうしようかなっていうふうにいろいろ悩んでいたんですけれども、今回このスイスポ ZC33S の方を、購入することに決めました。はい、ということで私がなんで今回このスイスポを選んだのかっていうのを紹介したいと思います。まず1点目が、さっきも言ったように、Z33 だけだと生活している上で不便な部分が結構ありますよね。スポーツカーだとやっぱり運転の楽しさっていうことに重きを置いているので、荷物があまり乗らなかったり、人間をあまり乗せることができなかったり、車内の空間が結構狭いので、買い物行ったりとか旅行行ったりとかをする時にちょっと不便な部分がやはり出てきてしまうかなと思います。その分ね、運転の楽しさっていうのはやはり変えられないものがあるんですけれども、もう1台気軽に乗れる車が欲しいなということでいろいろ探しておりまして、スイスポを選びました。スズキのスイフトスポーツ、いわゆるホットハッチと呼ばれている車になります。他にもスポーツコンパクトでスポコンとかコンパクト系ホットハッチとか、いろいろ呼び方はあると思うんですけれども、ざっくりまとめると普通車のスポーツモデルっていう捉え方でいいのかなと思います。結構ね、スイフトはスポーツカーなのかっていうことで物議を醸していることもいろいろあると思うんですけれども、私個人的な考えとしては、完全なスポーツカーではないけれども、普通車のスポーツモデル、スポーティーな車っていう感じで私自身は捉えております。なので、いいとこ取りみたいな感じですね。スポーツカーの楽しさも持ち合わせており、普通車としての生活での利便性も持ち合わせているっていういいとこ取りな車なんじゃないかなと私はすごく思っています。なので、ちょっと利便性に特化した車が欲しいな、でもスポーティーな部分は捨てられないなっていう私の、思いと一致していたので、こちらのスイスポの方を選んでみました。それからあともう1点、実は私のお父さんなんですけれども、元スイスポ乗りになります。今はスバルのインプレッサ WRX-STI に乗っているんですけれども、その1個前だったかなに、ZC31S の方のスイスポに乗っておりました。その後32の方には乗ってはないんですけれども、もともとスイスポ乗りということでいろいろスイスポのいじり方、それからメリットデメリット、そういったのをですね教えてもらって、で自分のカスタムだったりドレスアップだったり、セッティングの参考にいろいろ意見を聞けるかなということもあって、スイスポの方を選んだのも一つの理由になっています。やはり娘としてね、お父さんのスイスポ乗りの意思はやはり継いだ方がいいと思いましたので、今回それも一つの理由になっております。それから最後にもう一つ、私実は FF 車に乗ったことがありません。乗ったことがないというか、買って自分の車として乗ったことがないということですね。多分知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、私が初めて買った車はスズキの、K-WORKS ですね。あれは4駆の車になってます。その後トヨタの FT86 に少しの期間だけ乗って、その後 Z33 ということで 4WD と FR しか乗ったことがないので、ずっと FF 車に乗ってみたいなっていうことを思っていたんですよね。なので大体こちらの3つが私がこのスイスポ ZC33S を購入した理由になります。はい、ということで今回はスイスポを納車しましたので、車の状態、中とかをいろいろ見ながら、私がこういうところをいじりたいなと思ったところを紹介していくっていう動画になります。それでは早速スイスポの紹介やっていきます。はい、それではスイスポ ZC33S の外装をちょっと見ていきたいと思います。こんな感じです。スイスポ ZC33S は全長 3890mm、全幅 1735mm、全高 1500mm という大きさになっております。先代の ZC32S よりは、全幅が少し大きいのかなっていう感じですね。だいたい大きさは
マーチの、ニスモ S とか、あとビッツ GR とか、あとフィット RS とか、そこら辺とほとんど同じような大きさになっているかなと思います。お尻はこんな感じ。どうしてもね、このチャンピオンイエローの色が良かったので、この色を手に入れることができてすごい良かったなと思ってます。かっこいいですね。はい、エンジンルーム内はこのような形になっております。個人的に今回のこの ZC33S の推しポイントであるかなと思うんですけれども、とにかくコスパがいいと思います。マニュアル車でターボ入ってて200万円台で買えるっていうのはめちゃめちゃコスパが良くないですか？私はすごいコスパがいいと思うんですけれども、税金も安いですしね。でもし物足りなくなってもコンピューターとかブーストコントローラーいじるだけで馬力を上げられるんですよ。 NA だとそのコスパの割に合わないかなと思っているので、すごくお買い得な車なんじゃないかなと思います。運転席周りこんな感じになってます。やっぱ新車っていいですね。ピカピカだしすごく綺麗。もちろんマニュアル車です。はい、トランクルームです。もう Z の時とは考えられないぐらい荷物がたくさん乗りますね。 Z の時はもうスペアタイヤ外しちゃってるので結構広く感じるんですけれども、スペアタイヤ入れた状態だとすごく狭いので、ゴルフバッグ入れてパツパツぐらいかなと思います。それに比べてこちらのスイスポちゃんはフルフラットにはならないですけど座席も倒せますし、トランクルームもこんだけあるので荷物がたくさん積めそうですね。シート倒すとこんな感じです。だいぶ広いですね。タイヤも4本積めそうな感じですね。車内から見るとこんな感じです。よき。あとですね、これも私の推しポイントの一つでもあるんですけど、ドリンクホルダーの数がとってもたくさんあるんですよ。各座席に1つずつあるんじゃないかな。後部座席に1個ずつと前、真ん中の足元にもありますし、フロントのドア脇両サイドにもあるし、真ん中のセンターコンソールのところにも2つ置けるようになっているので、合計で1234567個ドリンクホルダーの、置き場所があるんですよ。もうたくさんドリンクを置けます。あんまりそんな置くことないと思うんですけど、燃料は廃屋です。メーター周りはこんな感じになってます。めっちゃかっこいいですよね。スピードメーター260まで切ってあります。マフラーの音はこんな感じです。あとタイヤですね。これ結構私びっくりしたんですけれども、コンチネンタルが純正で入ってます。サイズは1954517になってます。個人的にはなんかダンロップとかそこら辺が純正で入ってるのかなと思ってたんですけれども、納車されてタイヤ見てみたらコンチネンタルだったのですごくびっくりしました。いいタイヤが入ってます。はい、ということでざっくりと、スイスポ ZC33S の紹介ができたかなと思います。もっと詳しい紹介ですね、いろいろ調べればたくさんあるんですけれども、そういったところは他の動画さんやインターネットのサイトなどでもっと私が言うよりも詳しく載っているところがたくさんあるので、本当に購入検討している方とかはそちらのサイトや動画を見ていただければと思います。ということでこれからは、私が今後どういうふうにこのスイスポをいじっていきたいかとか、あとは、ちょうど3日ぐらい前に納車されたばっかりなんですけれども、2、3日乗ってみて少し気になった点とかを紹介していこうかなと思います。はい、運転席に移りました。まず乗ってみて最初に思ったことなんですけれども、シートのホールド力がすごくあるんですよ。こういうところに出っ張りみたいなのがあったり、あと背もたれのところにも出っ張りがあって、こう体を包み込んでくれるような形状になってます。ただちょっと私が女性っていうのもあって、細身の男性とか女性の方だとちょっとこのホールド力足りないのかなとも思う方がいらっしゃるかもしれません。一般の男性とかであれば十分しっかりホールドしてくれるので、すごくシートの座り心地がいいかなと思いますね。はい、ペダルはこんな感じになっております。アクセル、ブレーキ、クラッチ
で、2点気になったところがあります。まず1点目、低回転の時のアクセルレスポンスがちょっと悪いかなと感じました。なのでスロコン入れたりとかフライホイール変えたりしたら少し変わるのかなと思います。個人的にはフライホイールちょっと変えてみたいなと思っているので変えてみようかなと思います。あと2点目なんですけれども、アクセルとブレーキの位置をちょっと見ていただきたいんですけど、伝わるかな。ですね、ブレーキの方がちょっと位置が高くて、アクセルのペダルの位置の方が少し下がってるんですよね。なのでヒール&トゥがすごくしづらいんですよ、私的に。こうブレーキを踏んでこういう風にヒール&トゥすると思うんですけども、これを押す時にブレーキが離れてしまって、なんか変な感じにうまくヒール&トゥができないんですよね。なので、アクセルペダルの上に1枚何かかぶせて少し高さを出してあげるとヒール&トゥすごくしやすくなるのかなと思うので、そこもちょっといじっていこうかなと思います。非常にちょっとこんな感じですごくねヒール&トゥがしづらいんですよね。あとごめんなさい、もう1点あったんですけど、クラッチ。このクラッチなんですけど、つながる位置が結構上な気がします。結構ね、足をこうやって上げないとクラッチがつながらない感じがするので、このクラッチもクラッチアーム交換とかして、もうこのかかとがここの床についた状態でパッパッってこういう風にクラッチがつながるようにできるように、ちょっとこのクラッチアームの方も交換していけたらいいなと思います。あとステアリングなんですけれども、非常に握りやすいなと思います。ここの、10時10分の位置といいますか、この部分がですね革になってて、少しなんかこうもにょって出っ張りもあるので、指がこうしっかりこう入ってつかめるようになってるので、すごく握りやすいステアリングになってるなと思いました。あと伝送品なんですけれども、ナビ ETC ドラレコバックカメラ、何もついておりません。自分でつけようと思ったので一切何もお願いせずにそのまんま納車していただいたので、これから、この伝送系の4点セットですね、自分でいろいろと取り付けをしていきたいと思います。あとホイールなんですけれども、これもこれでいいんですけれども、やはり個人的にはホイールタイヤ変えたいなと思います。ホイールとサスとマフラーは、車の中でも三種の神器だと私は思ってはいるので、とりあえずこの3つは、変えていろいろカスタムしていきたいなと思ってます。マフラーもね、さっき音聞いていただいたと思うんですけど、結構お上品なんですよね。納車したばっかりなのでまだ全然新しいので、すごい静かなのは分かってはいるんですけれども、せっかくなのでいろいろなメーカーさんのマフラーちょっと比較して、マフラー変えてみたいなとも思ってます。ただね、そんなにまだお金がないので、ホイールとかサスとかマフラーかとかはちょっと後になっちゃうと思うんですけれども、車高調なんかもね結構高いので、とりあえずはサスを入れて、少し車高を落とそうかなと思ってます。結構純正の状態だと車高がちょっと高いかなと個人的には思ってて、って感じなので、ダウンサス入れて少し車高を落とそうかなと思ってます。順番的には先にダウンサス入れて、その後お金貯まったらホイール変えてって感じですかね。それから外装的な部分で少し気になったところなんですけれども、こういったような未塗装樹脂のところ、ここ全くケアしないとすぐにしらっちゃけて汚くなってしまうので、しっかり洗車のたびにですね、未塗装樹脂用のコーティング剤とかそういったものを塗ってあげてですね、綺麗な黒い状態をしっかり維持してあげたいなと思います。このリアのドアのところと、あと前と後ろのワイパーのところとかに、樹脂がありますね。あとサイドミラーのところにも樹脂のパーツがありますので、そういったところにしっかりコーティングしてあげたいなと思うのと、あとこのリアのドアとリアガラスのつながりのところなんですけれども、形状をちょっと見ていただきたいんですけど、ここからピュイーっとこう来てて、ここだけぴょこっと上がってるんですよね。なのでここのラインですね、フロントとリアガラスからこうシュッてきたラインをこのままシュッてこっちにつなげてあげたいので、確か純正のパンフレット見たらリアドア用のモールというかステッカーみたいなのがあったので、ここにこういう風に要は三角形みたいな感じで貼れるステッカーみたいなのがあったので、そのステッカーを貼ってあげて、ここのラインっていうのをそのまま
殺さずに生かしてあげたらいいかなと思います。あとすっごい細かいんですけど、運転席のドアにセキュリティアラームのシールが貼ってあるんですけど、これなんか個人的にちょっと気に食わないので、こっちに移植したいなと思います。すっごい細かい話なんですけど。はい、ということでスズキスイフトスポーツ ZC33S の紹介と、私がいろいろいじってみたいところ、気になったところの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからね、まずは伝送品の取り付けですね。ナビ、ドラレコ、ETC、バックカメラなどなど、そういったような伝送品の取り付けと、あとは一番最初にいじっていきたいところはアクセルペダルとクラッチアームの交換あたりをちょっとまず最初はやっていって、乗ってる時にストレスフリーで乗れるようにいろいろいじっていきたいなと思っております。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それから各種 SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。なんかドア閉まりにくい。